こんにちは、りゅうこです。今日は皆さんの将来に直結するビザ申請について最新情報をお伝えします。最近ニュースなどで外国人のビザ申請が厳しくなるという話を聞いたことがある方もいるかと思いますが、2027年からビザの更新や変更申請の審査が大きく変わる可能性があります。特に社会保険料や年金や税金の支払い状況を厳しくチェックされる方向で検討されています。不安に感じる方もいるかと思いますので、動画の最後で今すぐできる具体的な対策も紹介しますので、正しく理解して今から対策していきましょう。まず何が変わる予定なのかというと、在留資格の更新や変更の申請をするときに、国民健康保険料や社会保険料の一定期間の未納がある場合、許可が下りなくなる見込みです。これまでは支払いが少し遅れてしまっても、後からまとめて払えばビザが更新できたケースもありましたが、これからの政府の方針だと、保険料を長期間にわたって支払っていなかった場合や、未払いを放置していた場合などは原則としてビザの更新や変更が不可となる可能性が高くなります。そして想定される対象者は3ヶ月以上の中長期在留者の方々です。特に雇用契約に基づいて活動されている技術・人文知識国際業務ビザの方や会社を設立して事業を行う経営管理ビザをお持ちの方、社会保険の加入義務が発生する立場の方などが対象となる予定です。でも、どうして入管が私の支払い状況がわかるのと思った方もいるかもしれませんね。実はその仕組みが大きく変わろうとしています。主に国民健康保険料の納付情報を市区町村と出入国在留管理庁が共有するシステムを構築して在留資格の審査に反映させる仕組みに変わる予定です。つまりこれは何を意味するのかというと、皆さんの保険料などの支払い状況は全て入管に分かるようになるということなので、ごまかすことはもうできないということになります。現段階では2026年1月までに基本的な方針が取りまとめられて、2027年から運用がスタートする予定です。さて、ここまで聞いてどうしようとドキドキしている方もいるかもしれません。特に今支払いが難しい状況の方もいらっしゃるかと思いますので、今からできる具体的な対策をお話しします。もし未納がある人は絶対無視したり放置はしないでください。今お金がなくて払えないといった人でも、あなたが住んでいる地域の区役所や年金事務所の窓口に行って分割納付や猶予申請などの相談をしましょう。そしてちゃんと支払っているつもりだけど本当に大丈夫かなと言って少しでも心配な方は一度自分の支払い状況を確認しましょう。インターネットで年金ネットにアクセスすれば確認できると思います。また、年金手帳などの基礎年金番号のわかるものと本人確認書類を持って最寄りの年金事務所の窓口に行く方法でも確認できます。はい、今日は日本政府は社会保険料を一定期間払っていない場合、2027年以降はビザの更新や変更を認めない方向で検討していることについてお伝えしました。そしてあなたの支払い状況は将来入管が直接チェックできるようになる予定です。もし未納がある方や支払い状況が心配な方は今すぐ区役所や年金事務所で相談してください。自分の納付状況を把握してきちんと管理していきましょう。このチャンネルでは皆さんのビザや帰化申請に関する情報を分かりやすくお伝えしていきます。また動画の説明欄にある公式 LINE からお友達になっていただいた方限定で YouTube では細かくて話しきれない内容を一人一人に合わせてアドバイスさせてもらっている相談会を実施していますので、ぜひご活用ください。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。